型ヒントとバージョンによる型の取り扱い方法の変更。Python に型と思われる方もいるかと思います。まずは Python 3.5 で追加されたタイプヒントを見てみましょう。GitHub などを見ていても使っていない方も多く、Python 初心者の方はあまり知らない方が多いと思いますが、実は Python には型を与えることもできるのです。今回のサンプル関数で言うと、引数にストリング型のテキストという変数を与え、返り値は none、つまり返り値なしを示しています。これを用いることで保守性が非常に高くなります。Python 3.9 から型を扱う上で一部仕様変更がありました。まずは今までの方式を見ていきましょう。今まで実際の型定義と型のアノテーションは別々のモジュールで定義されているため、個々にタイピングのリストやディクトモジュールをインポートする必要がありました。また、括弧で引数として別の型を指定できる型をジェネリック型と言いますが、適切なジェネリック型を返すことができませんでした。Python 3.9 からは、リストやディフォルトディクトなどの組み込み型を修正し、演算子をサポートして型を指定できるようになりました。リストなどの型オブジェクトの特殊メソッドクラス getItem が適切なジェネリック型を返すようになりました。実際に Python 3.9 の動きを見ていきましょう。この機能追加により、タイピングモジュールのリストやディクトなどはレプリケートされました。Python 3.9 リリース後、5年後に削除される予定になっていますので、注意しましょう。これで本動画は終わりです。複数人での開発や保守性を高める必要がある場合は、型ヒントを利用してみましょう。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画で会いましょう。